ぷり解説。幸福度が高い人が絶対にやらないことトップ10。ねえマリサ、最近ちょっと気分が沈みがちなんだけど、何か元気になる方法ってあるのかな？お、レイム。気分が沈むことって誰にでもあるけどな。実はやらないことを意識するだけで、幸福度が上がるって知ってたか？やらないこと？なんだか不思議な感じがするね。普通は何をすればいいかばかり考えちゃうよ。そう、それが落とし穴なんだぜ。幸せな人たちは、実はしないことを明確にしてるんだ。例えば、他人と比較しないとか、自分を責めすぎないとかさ。ああ、私結構他の人と比べちゃうかも。それが知らず知らずのうちにストレスになってたのかもね。そうなのぜ。だから今日は、幸福度が高い人たちが絶対にやらないことを、10個に絞ってランキング形式で紹介していくぜ。なるほど、それを知れば私もちょっとは前向きになれるかも。その通りだぜ。じゃあ、早速第10位からスタートしていこうか。第10位。他人と比較すること。ねえマリサ、まず第10位は他人と比較することなんだね。どうしてそれが幸福度を下げちゃうの？結論から言うと、他人と比べることで自分の価値を見失いやすくなるからだぜ。理由はシンプルで、比較の対象って自分より上に見える人ばかりになるから、自信をなくすんだよな。ああ、SNS とか見てるとあの人すごいなって思っちゃうこと、確かにあるかも。そうだろ？でも、SNS って切り取られた一瞬のハイライトでしかないのぜ。他人の見せたい姿と自分のリアルを比べても意味がないし、むしろ不公平なんだ。例えば、同じ年齢の人が結婚したとか、年収が高いとか、そんなのを気にしてると、どんどん心が疲弊するぜ。なんか、私も置いていかれてる感とか、感じることあったかも。でもそれ、私が私じゃない誰かを基準にしてるからなんだね。その通りだぜ。他人と比べる代わりに、昨日の自分と比べるのが本当に幸せになる方法なんだ。一歩でも進んでれば OK って考えれば、気持ちも軽くなるぜ。よし、今日からは自分との比較を大事にしてみるよ。第9位。過去の失敗を引きずること。第9位は過去の失敗を引きずることなんだね。でも、反省することって大事じゃないの？もちろん反省は大事だぜ。でも、引きずるのと学ぶのは全く別なんだ。幸福度が高い人は、失敗を教訓に変えるけど、それ以上は引きずらないのぜ。確かに、ずっと昔のことを思い出して、また落ち込んだりしちゃうことあるなぁ。それって心の中であの時の自分をずっと責めてる状態なんだよな。でも、過去は変えられないし、今の自分を傷つけても意味はないのぜ。例えば、テストでミスして怒られたとか、人間関係で失敗した経験とか、それを思い出してまたやらかすかもって不安になるのも引きずってる証拠だぜ。私もあるかも。でも、どうしたら引きずらなくなるの？ポイントは時間を区切ることだ。過去は過去、今は今って線を引いて、あれがあったから今の自分があるって考えれば、少しずつ手放せるようになるぜ。よし、それも実践してみよう。過去じゃなくて今の自分を大事にする。第8位。ネガティブなニュースばかり見ること。第8位はネガティブなニュースばかり見ることなんだね。でもさ、ニュースって大事な情報もあるし、見ないと不安にならない？もちろん最低限の情報は必要だぜ。でも、毎日何度もネガティブな情報を見てると、脳が世界は危険で満ちてるって錯覚するのぜ。確かに。SNS とかでも暗い話題が多くて、気持ちが沈んじゃうことあるなぁ。ネガティブ情報って、人間の本能に刺さるから、どうしても引き寄せられちゃうんだよ。危機に備えようっていう防衛本能が働くのぜ。でもそれを四六時中浴び続けると、心は常にストレス状態になる。じゃあ、どうしたらいいの？全く見ないわけにもいかないよね。ポイントは情報の摂取時間を決めることだぜ。例えば朝と夜20分だけ見るとか、ポジティブなニュースも一緒にチェックするとか、あと、見た後に深呼吸したり、好きな動画を見るのもリセットになるぜ。なるほど、ニュースを見る時間も、心の健康の一部なんだね。第7位。嫌なことを無理して引き受けること。第7位は嫌なことを無理して引き受けることなんだね。でも、頼まれたら断れない時もあるし。
難しくない？それ、よくあるパターンだぜ。でもな、幸福度が高い人たちは、自分の気持ちを犠牲にしてまでいい人になろうとはしないのぜ。理由はシンプルで、我慢が積み重なるとストレスが爆発するからだ。わかる。頼まれ事が重なって、気づいたら自分のことが全然できなくなってたこと。私にもあったなぁ。だろ？例えば、仕事を抱え込みすぎたり、人の相談を無理に聞いたり、飲み会に気乗りしないのに参加したり、断ったら嫌われるかもって思うけど、実際は断っても嫌われないのぜ。むしろ、自分を大事にしてる人の方が、信頼されることもあるんだぜ。そうなの？無理して頑張らないと評価されないと思ってた。だからこそ、ノーっていう練習をすることが大事だぜ。嫌なことは無理にやらないって選択をするだけで、心に余白ができて、幸福度がぐっと上がるんだぜ。よし、少しずつでも断る勇気を持てるように頑張ってみるよ。第6位、完璧主義にこだわること。第6位は完璧主義にこだわることなんだね。でも、完璧を目指すのっていいことじゃないの？一見いいことに見えるけど、それが過度になると心をすり減らす原因になるのぜ。幸福度が高い人は完璧じゃなくても OK って考える柔軟さを持ってるんだ。私もつい100点じゃないとダメって思っちゃうかも。例えばな、レポートや仕事を何度も見直して提出が遅れたり、人前で話す時にちょっと噛んだだけで自己嫌悪になったり、そういう完璧主義は恐れから来てることが多いのぜ。失敗したくない、認められたい、そういう気持ちが強すぎると逆に不安になるんだよな。それ、すごくわかる。私もちゃんとやらなきゃって思いすぎて疲れちゃう時あるよ。だからこそ、60点で十分って考えることが大事なんだぜ。実は多くの成功者も、最初は完璧じゃないけど行動することを選んでる。完璧よりも継続、ミスよりも挑戦、そう考えるだけで心が楽になるぜ。少し肩の力を抜いて、まずはやってみることを大事にしてみるよ。第5位、嫉妬やそねみにとらわれること。第5位は嫉妬や妬みにとらわれることなんだね。でも正直、羨ましく思っちゃうことって誰でもあるよね。もちろん、嫉妬そのものは自然な感情だぜ。でも問題は、その感情にとらわれることなんだ。幸福度が高い人は、嫉妬を感じても、それに支配されないようにコントロールしてるのぜ。でも、SNS で友達の活躍とか見ると、自分がちっぽけに感じちゃうことあるなぁ。あるあるだぜ。でもな、他人の成功って、自分の失敗を意味するわけじゃない。本当はすごいなで終わらせられたら、それだけで心が軽くなるのぜ。でも妬みにとらわれると、なんであの人ばかりとか自分はダメだって思考に引っ張られる。確かにそうかも。それって、自分を責める材料を外から探しちゃってる状態だね。その通り。だから、嫉妬した時は自分が望んでいるものに気づくチャンスって考えるといいぜ。例えば、あの人みたいになりたいなら、自分も行動を変えてみるきっかけになるのぜ。そっか、妬みを前向きなヒントに変えれば、自分の成長につながるんだね。第4位、他人の評価に依存すること。第4位は他人の評価に依存することか。でもさ、人にどう思われてるかってやっぱり気にならない？わかるぜ。人間は社会的な生き物だから、誰かに認められたいって気持ちは本能的なもんだ。でも、それが評価されないと自分には価値がないって考え方になると危ないのぜ。確かに。ちょっとした一言で気分が上下したり、いいねの数で自信なくしたりすること、あるなぁ。それなんだよ。他人の反応って、自分ではコントロールできないから、そこに振り回されると疲れちまう。例えば、仕事で頑張ったのに上司が褒めてくれないとか、SNS で発信しても反応が薄いとか、そんな時自分ってダメなのかもって思うだろ？それある。自分を否定されたような気持ちになっちゃうの。でもな、自分の価値って、外から決められるものじゃないんだぜ。私はこれをやりたいからやるって軸を持って行動すれば、評価は後からついてくるものなんだ。評価に依存しない人ほど、実は周りから自然と認められるようになるのぜ。そっか。誰かに認めてもらうためじゃなくて、
自分の意思で動ける人って素敵だね。第3位、休息を軽視すること。第3位は休息を軽視することなんだね。でも、忙しいとつい休んでる場合じゃないって思っちゃうよね。それ、まさに現代人あるあるだぜ。でもな、幸福度が高い人ほど、意識してちゃんと休む時間を確保してるのぜ。理由は、休まないと集中力も気力も落ちて、結果的にパフォーマンスも幸福感も下がっちゃうからなんだ。そう言われれば、寝不足が続くとイライラするし、全部がうまくいかなくなる気がする。例えば、昼休みにスマホばかり見て脳が休まらなかったり、休日に予定詰めすぎて逆に疲れたりすること、あるだろ？それって活動してるようで回復はしてないのぜ。身体と心をリセットするには、何もしない時間が必要なんだ。何もしない時間。ちょっと罪悪感あるけど、大事なんだね。そうだぜ。幸福度が高い人は、休むことに罪悪感を抱かない。むしろ、効率的に動くために休むって考えてるんだ。睡眠も短くするより、質を上げる方が断然効果的だしな。よし、これからはちゃんと休むことも予定に入れるようにしてみる。第2位、自分を責め続けること。第2位は自分を責め続けることか。でも失敗すると私ってダメだなってつい思っちゃうよ。その気持ち、めっちゃわかるぜ。でもな、幸福度が高い人たちは、そういう場面でも自分に優しくするってことを選ぶのぜ。なぜなら、自分を責めても前には進めないし、心の傷が深くなるだけだからだ。でも、責めることで反省した気になったり、ちゃんとしなきゃって思える気もするけど、それは反省じゃなくて自己攻撃なんだぜ。例えば、なんでできなかったの？って自分を責め続けるより、どうすれば次はうまくいくかな？って考える方がよっぽど建設的なんだ。失敗を未来に生かす視点を持つこと。それが本当の意味での成長だぜ。なるほど。確かに、同じ失敗でも考え方一つで前向きになれそう。その通り。あと、自分を責め続ける癖があると、自己肯定感もどんどん下がってしまう。だからこそ、ちょっとしたミスでも人間だし、そんなこともあるって笑い飛ばすくらいがちょうどいいのぜ。自分にもっと優しくなってみる。完璧じゃなくても、今の私を受け入れるところから始めたいな。第1位、感謝を忘れること。いよいよ第1位は感謝を忘れることなんだね。でも感謝って、そんなに大事なことなの？めちゃくちゃ大事だぜ。実は、感謝の気持ちを持つだけで、幸福度やストレス耐性、睡眠の質までもが良くなるって、科学的にも証明されてるんだぜ。でも日々の生活で感謝することって、つい忘れがちかも。そうなんだよな。当たり前のことにこそ感謝すべきなのに、慣れてしまうと意識しなくなる。例えば、ご飯が食べられる体が元気誰かが話を聞いてくれるってことも、本当はすごくありがたいのぜ。確かに、毎日ご飯があるのも、普通に歩けるのも、ありがたいことなのに、つい当たり前に思ってたかも。だから、幸福度が高い人は、日常の中で小さな感謝を見つけるのがうまい。寝る前に今日良かったことを3つ思い出すって習慣を持ってる人も多いのぜ。それだけで脳の幸福ホルモンが増えるって研究結果もあるくらいなんだ。今日から私も、ありがとうを意識してみる。心が温かくなりそうだし、いいことが増えそうだね。その心がけが、まさに幸せへの第一歩だぜ。総評、まとめ。今回は幸福度が高い人が絶対にやらないことを10個紹介してきたけど、改めて考えると、どれも日常に潜んでるものばかりだったね。そうだろ？でも大事なのは、やらないことに気づいて、ちょっとずつ手放していくことなんだ。全部を一気に変える必要はないぜ。私も他人と比べるのやめてみたり、自分にもっと優しくしてみたり、できるところからやってみようって思えたよ。それが一番大事な心構えなのぜ。幸せって手に入れるものじゃなくて、育てるものなんだよな。意識と習慣で、ちゃんと増やしていけるんだぜ。今日紹介してくれた10個、どれも心に刺さったよ。これからは、毎日の小さな選択を大切にしてみる。いいね、この動画が、少しでも誰かの気づきになったら嬉しいぜ。というわけで、
幸福度を上げるためにやらないことベスト10。これでおしまいだ。皆さんもぜひ、自分の生活を見直して、もっと心穏やかに、幸せを感じられる毎日を過ごしてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。